こんにちは、東京ベジライフです。今日は日本ではあまり知られていない畜産業と地球温暖化の関係について考えます。18世紀末から始まった産業革命以来、石油やガス、石炭を燃やすことなどで排出されるガスの量は増え続け、同時に地球上の気温も急速に上昇し続けています。排出ガスによって気温が上昇するのはなぜでしょうか。排出されたガスは地球の大気圏にとどまり、太陽から届き地表に当たり放射された赤外線の一部を吸収し、熱をこもらせます。排出されたガスが膜となり、地球を覆う温室のようになるため、こういったガスは総称して温室ガスと呼ばれているのです。気温の上昇・温暖化により、北極・南極などの氷河が溶け出し、海水面が上昇していることはご存知の方も多いかもしれません。これは南国の小さな島々だけの問題ではなく、すでにフロリダなどの海抜が低い都市でも大雨や高潮によって洪水が頻繁に発生するようになっています。温暖化がもたらす問題は海水面の上昇だけではありません。温暖化により地球上の気象のバランスが崩れ、一部の地域でハリケーン、台風の巨大化や豪雨などの異常気象が多発する一方で、一部の地域では雨が全く降らずに干ばつが深刻化し、砂漠化が進んでいます。そして住む場所を追われた人々が水を求めて移動することによって、民族同士の内戦や国同士の戦争が起こっているのです。地球上で排出される温室ガスの量を経済セクター別に見ると、25% を占める発電などに次いで多いのが 24% を占める畜産業、農業、森林開拓などです。この 24% のうち 14% が畜産業・農業によるものとなっており、車の排気ガスなどの交通輸送と同じ量の温室ガスを排出していることがわかります。地球上で排出される温室ガスの 14% を占める畜産業・農業ですが、内訳を見ると 41% が牛肉の生産、25% が酪農、17% が鶏肉・豚肉の生産となっており、牛に関連した畜産が全体の 66% を占めています。これはなぜでしょうか。畜産業・農業によって排出される温室ガスの内訳を活動別に見ると、その答えが分かってきます。畜産業・農業により排出される温室ガスの半分近く、47% を占めるのが飼料の生産で、鶏や豚に比べて体が大きな牛がより多くの飼料を必要とするため、牛の畜産が排出ガス全体に占める割合が高いのは想像できますが、注目すべきは畜産業・農業による排出ガスの 39% を占める腸内発酵です。これは牛が腸内で飼料を消化するときに発生し、ゲップすることにより排出されるガスです。地球上で排出される温室ガスの 14% を占める畜産業・農業の 39% ですので、単純計算すると地球上の温室ガス全体の 6% が牛のゲップによるものということになります。これは私たちが住む家や仕事をするオフィスで暖房や冷房を使った時などに排出される建物関連の温室ガスと同レベルの量となり、牛のゲップなんてと笑い事では済まされない規模です。しかし牛のゲップが温暖化問題で特に注視される理由は、その排出ガスの量だけではなく、排出ガスの種類です。温室ガスとは大気圏にとどまり熱をこもらせる複数種のガスの総称で、牛のゲップにより排出されるガスはメタンというものです。メタンはその性質上、温室効果が他の温室ガスよりも高く、石油や石炭などの燃料が燃やされた時に発生する二酸化炭素に比べて、20年間で約84倍の熱をこもらせる効果があるとされています。そのため畜産業、特に牛に関わる畜産・酪農は温暖化への影響が非常に大きい産業として問題視されています。再び経済セクター別の地球上の温室ガス排出量に戻ると、森林開拓などが 10% を占めていました。これは農地や居住地に開拓するために森林を焼き払うときに排出される二酸化炭素によるものです。ところで皆さんは地球上の人間が居住可能な陸地のうち何%が畜産業・農業のために使われているかご存知でしょうか。答えは 50% で、人間が居住可能な陸地の半分が食料の生産のために使われているということになります。それではその 50% のうち、畜産業と農業がそれぞれ占める割合はどうでしょうか。77% が放牧や飼料の生産などの家畜の生産に使われているのに対して、
野菜や穀物などの私たちが食べる農作物の生産に使われる土地は 23% となっています。地球上の人間が居住可能な陸地のうち約 37% は森林として残っているとされていますが、それも急速に減少しており、1分ごとにサッカーフィールド27個分の森林が失われているとされています。そしてその森林破壊の大きな要因の一つは、家畜の放牧用や飼料用の農地開拓です。例えば現在、世界ではドイツ、ベルギー、フランス、オランダのすべてを合わせた面積と同じ土地が大豆の生産のみに使用されています。しかし、世界で生産される大豆の約 70% は家畜の飼料となり、豆腐などの人間の食用に加工されるものはわずか 6%、残りの約 24% は植物油の生産に使用されます。ブラジルでは森林破壊の約 29% が大豆の生産用農地の開拓のために行われており、2020年までにフィリピンの国土面積と同じ3000万エーカーの土地が大豆生産用の農地になるとされています。森林破壊は森林が焼き払われる時に排出される二酸化炭素の温暖化への影響だけではなく、光合成により二酸化炭素を酸素に変え、水を蓄え、砂漠化を防ぎ、野生動物に住処を与える木々が失われることになります。昨年2018年の漢字は災いでした。1月の記録的な大雪から始まり、7月には西日本を豪雨が襲い、国内観測史上最高の気温を記録しました。そして9月には大型台風が続き、巨大化した台風21号によって関西空港の一部が冠水する事態となりました。温暖化による影響は絶滅の危機にあるホッキョクグマや遠い南国の島々だけの問題ではなく、日本で暮らす私たちにとって非常に現実的な問題です。2015年に採択され、2016年に175の国・地域が署名をしたパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて2度未満に抑え、平均気温上昇を 1.5 度未満にすることが目標として掲げられ、日本は2030年度に2013年度比で温室ガスの排出を 26% 削減することを達成目標としています。これはとても高い目標であり、政府による規制対策や再生エネルギー技術への投資などといった企業による取り組みだけではなく、私たち個人一人一人のアクションも求められているのではないでしょうか。